しに大好きですパリパリがすごいな。普通の焼きそばと全然違う。これはこれで面白いな。焼きそばとはいうものの焼きそばじゃないっていう認識を僕はしてますね、勝手に。両面焼きっていう、まあ、呼ばれ方をするのかな。まあ、豚焼きそば自体はもう全部この焼き方で統一されてるんですけど。九州に帰ったら必ず行ってたんですけど、焼け師の方がいるんですよね。ちゃんと認定されてる方がいて大好きです。中がへこんで肉はそこで焼きつつ、ラードがこう中心部分に寄っていくんですけど、こういうふうに麺全体に馴染みながらラードが落ちていくんですけど、これはもともと平らなんですけど、ずーっとこう真ん中に熱されてくるんで落ちてくるんですよね。火を止めたりする固まるっていうのの繰り返しでだんだん落ちてくるんですよ。本当に多分比べ物にならないぐらい焼いてると思うんで、本当にすっごいベコーンとへこんでますけど、調理をするのに適してのこのヘラの大きさと盛り付けがしやすいようにっていう限りなく具材をシンプルにして豚肉の甘みとかこの野菜の後レベルの良さですね。ソーフレンがもう北焼きそば発祥のお店なので、九州ぐらい、関東の人にも知ってもらえたらすごく嬉しいな。今日どんぐらいだろう。12とかじゃないですかね。昨日の分と合わせて合わせて20ぐらい毎日用意するようにしてるぐらいの感じですかね。神田だと20キロぐらい1日。このシンクしっかりきれいに洗って、でこのネギもちょっと土ついてるんで、ここでちょっと汚れを落としてから。水でさらしてるのもネギちょっと辛いじゃないですか。ほんでこう水にさらしながら辛みを抜いたりとかっていうのもある。本店とかだと尋常じゃないスピードでネギ出るんで、もうゆっくり切ってたらもう間に合わないみたいな。
半ネギですね。長ネギよりは歯ごたえとかないんですけど、これもやっぱ色味と香りですね。まあ前日の夜に掃除してるとはいえ、毎朝やっぱりその汚れはついちゃうんで、まあ、もともとその調理工程でラード使うんでですね、鉄板に油をこう鳴らす感じの作業プラス、まあ、汚れを取るっていう意味合いでラードを落として。同じ会社のラード冷凍で来るんで、まあ、ゆっくり解凍していく感じですね。40ぐらい開けときます。まあ、だいたいそのあんまり長い間空気さらすのもあれなんで、すぐ履けるかなぐらいの量を朝一でもう開封して出しておいて。うちの焼きそばはその意外とお米にも合うんで、あんま焼きそばにお米ってイメージないと思うんですけど、お米と一緒に食べられる方も結構いらっしゃるんで、本店とかの方では当たり前というか。わっともち豚ですね。
らんですよ。これは両面焼きっていう、まあ、呼ばれ方をするのかな。豚焼きそば自体はもう全部この焼き方で統一されてるんですけど、形整えてる段階です。中がへこんでるんですよ。で、まあ、肉はそこで焼きつつ、やっぱり形がこういう形になってるんで、ラードがこう中心部分に寄っていくんですけど、こういうふうにでそうすることでこう麺全体に馴染みながらラードが落ちていくんですけど、表面をパリッと仕上げるために麺を薄く広げてっていう感じです。こういう感じです。お待たせいたしました。普通盛りですね。お願いします。一般的なのって大体こう豚バラ肉とか使ってキャベツとなんか人参とか結構いろいろ入ってるじゃないですか。こういうふうに関してはもう限りなく具材をシンプルにして豚肉の甘みとかこの野菜のそれぞれの良さですね。まあなので焼きそばとはいうものの焼きそばじゃないっていう認識を僕はしてますね。勝手に食べたら全然普通の焼きそばとは違う別物です。でもパリパリがすごいな。普通の焼きそばと全然違う。これはこれで面白いなと思いますね。すいません、1名様で空いてる観覧席どうぞ。目玉上がったんで。これが意外とまたさっぱりしていい感じにねマッチするんですよね。スペースがないニンニクとコチュジャンとごま油でつけてこんな感じですね。餃子はもうメインメニューですね。ランチ帯はもうほぼほぼ餃子と焼きそばがメインで、まだそういう面ではもうこれまた当たり前に
博多名物というか、その九州にもいいのかな、結構その一口餃子が主流なので、ソーフレンといえばソーフレン焼きと餃子。はい。お酒ソーススープになります。肉味噌は全部この豚肉を使ってあ、そうなんですね。これはもともと平らなんですけど、ずーっとこう真ん中に熱されてくるんで落ちてくるんですよね。火を止めたりするじゃん、固まるっていうのの繰り返しでだんだん落ちてくるんですよ。使えば使うほど本当に焼きやすくなっていきます、形としても。本当に多分もっと比べ物にならないぐらい焼いてると思うんで、もう本当にすっごいベコーンってへこんでますけど、調理をするのに適してのこのヘラの大きさとしっかり盛り付けがしやすいようにっていうことだと思います。そもそもこの北焼きそばっていうのを作ったのが2代前の社長さんですよ。なのでソーフレンがもう北焼きそば発祥のお店なので、なかなかすごいなって思いますね。人にはないアイデアをこんな考えつくのは本当にすごいですよ。美味しいね。九州なんですけど、大分にもよく行くことがあって、九州に帰ったら必ず行ってたんですけど、焼け師の方がいるんですよね。ちゃんと認定されてる方がいて。認定の味なんだ。焼き方があるんだ。大好きです。カリカリして美味しい。そうこの焼きがカリカリして美味しい。1年に200回ぐらいは250とか200ぐらいとかってんじゃないですかね。飽きないっすね。なんでなんでしょうね。僕にもわかんないです。どんだけ食べてもうまいなって思えるっていうのが、ソーフレン焼きの魅力かなと思いますね。やっぱりその九州ぐらい、関東の人にも知ってもらえたらすごく嬉しいなっていう気持ちはやっぱありますね。
東京に出てきてまだその北焼きそばソフレン自体は2年ぐらいなんですけれども、ご当地としてその受け入れていただけたらそれが一番嬉しいなと思いますね。はい